皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、ホクホクで甘くて美味しいかぼちゃ、そこにね鶏のうまみをプラスしたね鶏そぼろあんかけをねかけて食べるかぼちゃのそぼろあんかけの作り方を紹介させていただきます。ご飯のおかずやおつまみにねめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。まずはねかぼちゃの下茹での材料から紹介させていただきます。こちらかぼちゃね4分の1個、ちょっと大きめのかぼちゃですね。お水 150cc、 砂糖大さじ1杯、お塩1つまみ。続きましてねそぼろあんかけの材料です。こちら鶏ミンチ 200g、 めんつゆ 100cc、 お水 400cc、 おろし生姜小さじ3分の2。今回ねこのめんつゆ2倍濃縮タイプのものを使ってます。お使いになるめんつによってね多少前後すると思うんで、めんつゆに書いてある煮物用ぐらいの割合で合わせてくれたら大丈夫です。ごめんなさい、ちょっと忘れてました。鶏そぼろあんをね作るんで水溶き片栗粉も用意しておいてください。材料は以上です。まずはねかぼちゃから切り分けていきます。こちらかぼちゃの種をねスプーンなどを使ってきれいに取り除いてください。かぼちゃの種をね取り除きましたら、食べやすいね一口サイズに切り分けていきます。かぼちゃはねちょっと硬いので切るとき気をつけてくださいね。これぐらいの一口サイズに全て切り分けていきます。はい、こちらねかぼちゃの方を切り揃えましたら、もう皮の方はねこんな感じで全部剥いていただいても構いませんし、こういう状態で半分残しにしていただいても構いませんし、剥かなくてももう全然構いません。とりあえずかぼちゃをね一口サイズに切り分けます。かぼちゃの方をね切り分けましたら、こういうね電子レンジにかけても OK なねタッパーなんかを用意してください。その中にお水、お砂糖、お塩全て入れましてね、ちょっとこうシャカシャカシャカっと混ぜ合わせて、しっかり砂糖とお塩を溶かしてください。はい、ここまでできましたら、先ほどね切り分けておいたこのかぼちゃ、このね皮がついてた方を下に向けてね全て入れちゃってください。かぼちゃの方をねセットしましたら、上にラップをねしてください。このまま電子レンジで加熱していくんで、蒸気の逃げる穴を作りたいんでね、ようじなんかで数箇所穴を開けといてください。この状態で電子レンジ600ワットで5分から10分ですね。かぼちゃの質やね大きさによって多少変わってくるんで、様子を見ながら加熱して柔らかくしていきます。まずはね5分ぐらいかけて確認してみてください。それではねかぼちゃを電子レンジで柔らかくしている間にそぼろあんかけのあんを作っていきます。まずはフライパンの方にね油を少し引いて火をつけてください。火力は中火ぐらいで大丈夫です。フライパンの方が温まりましたら、こちら鶏ミンチを入れてください。そしてねしっかりと混ぜながらそぼろにしていくんですが、そぼろを作るときはねこういう菜箸をね少し広げて 4,5 本持ってね、この状態でぐるぐるかき混ぜるとね綺麗なそぼろ状態になりますので、菜箸を何本か持ちながらねしっかりと混ぜ合わせながらそぼろ状にしていってください。はい、こんな感じでね鶏ミンチがバラバラにほぐれてねそぼろ状になってきましたら、用意しておいた生姜も入れてください。はい、ここでさっと全体的に混ぜ合わせます。そしてめんつゆ、お水全て入れちゃってください。ここでねさっとひと煮立ちさせてください。さっとひと煮立ちしましたらね火を止めて水溶き片栗粉を加えながらとろみをつけていきます。はい、こんな感じでねひと煮立ちさせてください。少しねアクが浮いてきますんで、このアクはねすくっといてください。はい、火を止めたところにこちら水溶き片栗粉ですね、少しずつ入れながらねちょっと薄いとろみがつくまでしっかりと混ぜながら加えていってください。
火を止めながらね加えることでダマダマになりにくくなりますんでね、ちょっとね自分が思っているつけたいとろみより薄いめにしてくださいね。とろみがここでついたら再び火をつけて一煮立ちさせます。一度ね片栗粉にしっかり火を通すことで粉臭さなんかがなくなりますんで、それとともにね火が入ることによってこのあんが硬くなりますので、まず火を止めた状態で水溶き片栗粉を加えた時はね少し緩いかなっていうぐらいで結構です。はい、この状態でねしっかり混ぜながら沸騰させてください。はい、こんな感じでね一煮立ちさせたらもう今回のね鶏そぼろあんはね完成です。このとろみはね自分のお好みの硬さで全然構いませんので、とろみをつけるときは火を止めて片栗粉を入れてください。それから一煮立ちさせる、こんな感じです。はい、こちらね今電子レンジでねだいたい今回は6分ぐらいでした。しっかり加熱したかぼちゃね、柔らかくなってるかどうかはねようじや菜箸なんかをこのかぼちゃに刺してください。こうやってスポスポっと入れば OK です。これでね少しほんのりした味をついたかぼちゃがもう茹で上がってますので、あとは先ほど作った鶏そぼろあんと一緒に盛り付けていきます。それではね盛り付けていきます。もうかぼちゃの方はねほんのり下味をつけながらね素材の味を引き出すような感じで、もう電子レンジで加熱しちゃったんでねホクホク柔らかになってます。あとはねもう綺麗に盛り付けちゃってください。この盛り付ける時はねかぼちゃの煮汁はもうしっかり切っといてくださいね。水分が入っちゃうとねちょっとあんの味がボケちゃうので。はい、こんな感じでねかぼちゃの方を盛り付けましたら、先ほど作った鶏そぼろあん上からたっぷりとかけちゃいましょう。はい、これねタララっとこうたっぷりかけて、このあんにねホクホクかぼちゃを絡めて食べる、これがめちゃくちゃうまいんでね、仕上げにね刻みネギなんかがあればトッピングしとくとねさらにいろんな風味が加わって美味しいと思いますんで、綺麗に盛り付けたらホクホクかぼちゃの鶏そぼろあんかけ完成です。いやーめちゃくちゃ美味しそう。それでは今日もいただきます。バッチリ。めちゃめちゃうまい。かぼちゃのね素材の味も生かされながらねホクホクで甘いです。そこにね鶏の旨味を引き出したこのあんが絡んでもう最高。これはねご飯も進むしねおつまみなんかにもむちゃくちゃいいんでね、しかも簡単に作れるんでねぜひ一度作ってみてください。はい、ということでね今回はねかぼちゃのそぼろあんかけの作り方を紹介させていただきました。はい、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。